はようございます。俊也です。新しい車を買いました。今日からレストア新シリーズスタートです。マツダの RX7 FD3S です。ケータハブの作業が終わったんで、これからこれをレストアやっていきたいと思います。今回のはね、間違いなくレストアだと思う。だって不動車買ったもん。人生初。マジで動かない車買いました。現状としてエンジンもかからない。電装品も電気が通らない。完全に動かない車となっております。ヤフオクで陸送込み108万でした。車検の有効期限が平成16年の4月になってるので、えらい長いこと眠ってた車です。今まで長い眠りについていたのを叩き起こされ、これからこの車にもう一度復活してもらいたいと思います。とりあえず今日の動画の予定としては、外装チェック、そして内装のチェック、あとはもうバラシを今日の動画で進め始めます。エンジンかからないしね、電気も通ってないしね、この現状で何かチェックできる項目ってほとんどないので、外装とかを見たらそのまま分解し始めて、で部品外してったらまた新たな何か問題とかサビとか見つかるかなと思ってるので、そんな感じで今日の動画進めていきたいと思います。ということで、まずは外装チェックから進めていきたいと思います。とりあえずぐるーっと一周車を見ていきます。塗装は全体的にクリアが剥がれて劣化してますね。ちなみにこの車、マルペン車です。元の色は白。それを純正の青に塗り替えられてます。で、エアロとかも入ってて、フロントバンパーとかボンネット、あとミラーとリアバンパーと車外品に変わってます。塗装は全体的にボロボロになってるから塗り直しですね。今回は塗る面積が広いからやりごたえがありそうです。バックドアはサビが出てます。いい感じに錆びてんね。楽しそう。すごく楽しそう。ちなみに今回も原車確認なし、そのままの勢いで買っちゃいました。なんかね、いろいろと物色すると状態のいい個体を買おうとしちゃうから、できるだけ原車確認なし、一次抹消でちゃんと書類がある車、部品がある程度ついていれば、修理ができそうな状態であればいいやっていう感じで、そんな風に選びました。テールランプは四角いタイプのやつです。この車4型なので、テールランプはね、前期タイプのテールランプがついてます。で、バンパーは車外品で白ですね。マフラーも車外品に柿本のマフラー入ってます。めちゃくちゃ音がでかそうなでっかい砲弾マフラー。ナンバーのステーはサビッサビバックドアのサビ、これ反対側ですけど、ここほらこんな感じでパキパキってもうサビがね、この塗装の下で広がっちゃってますね。こっちのリアフェンダーはね、塗装パテが剥がれて地金が出てきたから錆びないようにサフェーサーは入れてくれてました。この辺ちゃんと管理してくれてたお店だったのかな。こういうところを手入れしないお店もあったりするんですけど、今回買ったところはね、ちゃんとこういうところをやってくれてたみたいです。で、タイヤはね、転がし用のやつになってます。ホイール、リアのホイールも、フロントのホイールも。フロントはね、転がしって言ってたんですけど、R32 の純正ホイールがついてましたね。なんかちょっと得した気分。こんな感じで全体的に塗装がやれてたり、
ところどころ錆が出てたり、あ、これドアもこうやって塗装が割れて錆が出てたりします。これネジ穴が開いてますね。サイドステップ取り付け用のネジ穴。こんな感じになってたりします。塗装もそうだし、あとところどころエクボとかへこみとか、そんな感じです。直しがいはあるね。我ながらいい車両を買ったと思います。このぐらいの程度で済んでてくれればいいんですけど、実際フロアとかなんかその辺はまだチェックしてないので、部品外してみてこれ以上ひどくなければいいなっていうのがちょっと正直なところですね。作業を進めてみたら、こっち広いとかっていうとちょっと大変になっちゃうから、まあそれは今後のお楽しみということで。ちなみにフロントバンパーね、これただ乗っかってるだけです。ほら、ボルト固定とかも一切なし。とりあえずくっついてるっていう、乗っかってるっていう、そんな状態で運ばれてきました。それにしてもこのボディの形状、やっぱかっこいいっすね。 FD ぬめっとしたというか丸みを帯びた龍曲線の形、なかなか他の車にはないようなかっこいい形だと思います。それじゃあ続いて内装チェックいきます。運転席のドアはね、ここのハンドル壊れてなくてちゃんと開け閉めができました。なんかここのドアハンドル弱いみたいですぐ壊れるらしいです。内装はこんな感じ。ステアリングも純正かな。純正かこれ。純正っぽいな。マツダスピードって書いてある。純正のステアリングに純正のシート。割と室内そんなカスタムされてるようなそんな感じはなさそうです。ちょっとなんかわからないスイッチとかはついてたりするけど、これぐらいでほとんどノーマル状態。コックピットタイプの運転席。よいしょ。じゃん。メーターいいね。レーシーでなんかやる気にさせてくれるようなそんな感じのメーター。ちなみにちゃんと鍵もあります。鍵もあるけどバッテリーがつながってないから何にも映りません。ミッションはスコット。かっちりした感じのミッションかもしれない。ミッションかなりかっちりしてて操作性良さそうっすね。いい感じ。サイドブレーキはね、まだちゃんと効きます。グローブボックスオープン。何も入ってない。なんかプラスチックのかけら。なんかのパーツのかけら。それ以外何も入ってないです。嘘。しまった。小物入れは全然ないですね。グローブボックスに、あとは、ここの小物入れ。ドリンクホルダーないんじゃん、この車。あれ？ドリンクホルダー。セブンはみんなドリンクホルダーついてないのかなあれ？ RX7。FD もドリンクホルダーなしなのか。そうなんだ。灰皿がない。あとシガーソケットもついてないですね。オーディオがあって、エアコンがあって、あとはハンドル、この辺のスイッチ類とかになっちゃうんで。シガーソケットもないですね。面白い。本当に何もついてないんだ。そして、ルームミラーは、カビじゃないな。もうこれ、剥がれてるんだな。中の銀色のやつが。もうボロボロです。で、ルームランプ。
まあ電気はつかないですけど、天井とか、あとバイザーとか、これ純正で黒なんですね。ピラーとかも全部、トリムも全部黒です。黒で統一されてます。やっぱり内装部品が黒だとスポーティーでいいですね。あらー。またうちの車内装が黒で統一される感じになるのかな。今までは意図的に黒にしてきたけど、今回のは純正で黒のままだ。これを活かそう。あ、ピラーにはメーターかなんかつけてた穴が開いてるんで、この辺は直そうかな。室内割と広いですね。2シーターと思うとものすごく広くて快適かもしれない。足元もね、かなり余裕があります。これアクセルペダル、ブレーキ、クラッチ。かなり広々とした室内です。ただ後部座席の人は多分大変だと思います。一応この車4人乗りなんですよ。足元これしかスペースなくて、多分ジムニーよりも多分後ろは狭い。本当に狭いと思う。まあ、今回この車家族で乗るというよりかは、2人乗りそんなつもりで考えてるんで、そんなに重要視してないけど、室内、リアはね、すごく狭いと思います。後部座席の狭さをちょっと撮りたいから撮って。多分、後ろはね、人を乗せるためのスペースじゃない。よいしょ。よいしょ。これだね。映ってる？映ってるよ。これで何時間もはきついよね。で、しかもこうでしょ。もう地獄だよね、後ろの人は。でももう大体こんなもんよ。後ろ背もたれついてるもん。なんか押し込められた人みたい。でシートもこれ一番前でこれでしょ。狭いよね。ほんとなんかおまけ程度につけましたみたいな後部座席。正直なくてもいいかなって気もしないでもないけど。でもなくすのもちょっと違うよね。うん。やっぱシートはちゃんとつけとくべきだ。あと腰痛の人にはこの乗り降りが辛いね。後部座席は結構深い。ちなみにダッシュボードはね、もう割れちゃってます。まあ外に放置されてたから紫外線で劣化しちゃったんですね。バッキバキに割れちゃってます。これ修理できんのかな、それとも交換かな。ちょっとこれどうしようか悩んでます。トランクは、うわらら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 ら、ちょっと待ってちょっと待って、そうだよね、バックドア錆びてんだもんね。こっから水入るよね。もう一回開けますね。びっくりしちゃった。ほら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 ららららら、もういいやもういいやもういいやもうはい、ということでトランク改めましてこんな感じです。ちょっとね、あそこから水が出てきたのでちょっと慌てちゃったけど、トランクの内張りとかもちゃんとついてて、室内、そしてトランクルームとかは、至って普通かな。お、スペアタイヤもちゃんと乗ってる。うん。車載工具はなしか。車載工具なしっすね。
あ、こっちに入ってた。サビまあそうなるよね、そうなるよね。水が全部そこに行っちゃうんだもんね。多分ここなんだろう、燃料タンクか。燃料ポンプとかを外すときにここを外すのかな。この蓋錆びちゃってるけど、まあ直せなくはないね。あと当時物なのかな、ケンウッドのスピーカー、もうバッキバキになってるけど。さあ皆さんお待ちかね、エンジンルームの紹介です。じゃーん。いいね、ボンネット開けたら目の前にロータリーエンジンがドーンと見える感じ。エンジンルームこんな感じです。タワーバーがちゃんと固定されてなかったりとか、あと車外のブローオフがついてたりとか、そしてバッテリーはないです。あとインタークーラー、ラジエーター、エアコン、コンデンサーなどなど前回りの部品がほとんどないです。でバッテリーつないでテストしたいなっていう気もしたんですけど、バッテリーだけじゃなくね、ハーネスもないんですよ。バッテリーからヒューズボックスにつながるハーネス、それもないから、もうバッテリーつないでどうこうできない状態です。ただ幸いなことにリレーとか、あとメインのハーネスって言ったらいいのかな、ヒューズとか、あとカプラーとか、こういうハーネス類、こういうのは全部ついてるっぽいので、ないのはここのバッテリーのハーネスだけですね。プラスとマイナスの線、それをヒューズボックスとあとオルタネーターにつないであげれば、多分この車は復旧できると思うので、まあ部品買い揃えればちゃんと戻せると思います。たまにね、メインハーネス切られてダメなパターンとかもあるんですけど、この車は大丈夫そうです。前回りはスッカスカですね。コアサポートがついてるだけ。サビはそんなにひどくないと思うんだよな、この状況。この感じで見る限りフレームとかにはそんなにサビないですね。こういうステーとか部品とかがサビは出てるけど、ほらこういうのはサビが出てるけど、このフレーム自体にはそんなにサビがないので、結構いい個体を買ったんじゃないかなって思ってたりします。ちなみにエンジンもね、乗っかってるだけです。エンジンマウントがつながってないんですよ。ブレーキパッドで乗っかってる状態なので、これエンジンね、こうやって揺するとね、もう今にも落っこちそうなグラングラン状態です。そしてね、タービンもないし、触媒もないし、中間パイプもないし、結構ね、欠品してる部品はたくさんある感じです。ということで、今回買った FD 君の紹介でした。これからこの車をレストアしていきます。今回はね、レストアだね。ちゃんとエンジンもかからないし、部品もいろいろ欠品してるし、外装もボロボロだし、いいね、やりがいがあるね。ということで、エンジンもかからないし、バッテリーもつなげないから、こう始動チェックというか、電装品がちゃんと動くのかどうかとかも何にもできないので、これから分解やっていきたいと思います。とりあえず今このエンジンルーム、フレームとか見る感じ、事故歴というか修復歴はなさそうなので、前回りは平気そうだから、次後ろチェックしていきます。一応事故歴なし、修復歴なしの車を買ったので多分大丈夫だと思うんですけども、もしかしたらぶつかってる可能性もあるから、そこだけチェックしておきたい。ということで、テールランプ外して、
ここにクリップがいると思うから、この辺のクリップ外して、でバンパー引っこ抜くかな。多分そんな感じだと思うんで外していきます。フラパーツも結構白っちゃけてるね。これも塗装かな。バーナーで炙れば一時戻るけど、またすぐ白ボケ戻っちゃうから塗装した方がいいよね。よし。あ、こっち方向か。取れた。うわー、テールランプ取れました。これね、こっち方向じゃなくてこっち横方向にスライドで抜けました。危ね、クリップ壊すとこだった。これ方向が大事だね。方向が。うわー、取れた。これ簡単に取れる。よしよし。よし。あと横にも直接ネジ止めされてるので、このネジを外して、よし、これで外れるかな。よいしょ。下側は止まってなさそうだから、あと多分これで抜けると思います。よいしょ。いや、なんかついてるな。違う、耳が引っかかってただけだ。よいしょ。オッケー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 。取れた。そしたらこのままホースメントも外しちゃいます。このバンパーの後ろについてる衝撃吸収用の、なんていうの、アルミのフレームみたいなやつ、ホースメント、これも外す。とりあえずネジがねちょっとやばそうな気がするから、ラスペネかけれるやつはラスペネかけて、それからですね、まあ今更かけたところで焼け石に水な気もするけど、まずは配線とライトを外しちゃいます。よいしょ。これで外れないかな。下に落とすのか。よいしょ。ああ、取れた。あ、大丈夫そうじゃない？フレーム交換してなさそうだね。修理とかもしてなさそう。エンドパネル、まあ青で丸ペンされてるからこの辺も色入ってるんですけど、ホースメントがついてたとこは純正の白のままになってるので、多分これ
純正のパネルのままですね。交換された形跡はないです。この辺のパネルの合わせ目、スポット溶接の感じとか、このシーリングの入ってる感じとか、純正のままっていう感じがする。で、べっこりへこんでたりとかもなさそうですね。ただ、軽く後ろはぶつけたりしたのかな。ホースメントがね、ここ折れてるんですよ。ほら、こっちも折れてる。で、こっちは特に被害がない。こっちは普通で折れてる。折れてる。リアバンパーの右側を軽くぶつけた感じですかね。でも、ボディ自体にはダメージがないので、そんなひどいぶつけ方じゃなかったのかな。軽くバックで壁にぶつけたとか、柱にぶつけたとか、そんな程度だと思います。ナンバーステーがちょっと折れ曲がってるけど、こんなのは叩いて簡単に直せちゃうので、ここは修復歴とかには関係ない場所だから、この車は本当に修復歴なしかもしれない。それなりに錆は出てるけどね。錆は出てるけど、直した形跡は全然ないから、いい車買ったかもしれないですね。エンジンルーム、フレームを見る感じ、事故で修理した跡とかはなさそうです。ラジエーターとかね、タービンとか、補給類が外れてるから、すごくチェックがしやすい。直してると、なんとなく直してるなー感がわかるから、どうしても職業柄ね、ここをやってるなーとかが分かっちゃうから。でもパッと見は平気そう。本当にやってる感ないので、多分フロント周り、事故で直したりとかはしてないと思います。コアサポートも多分ノーマルのまま。多少錆び出てて傷とかもついてるけど、溶接の跡とかシーリングの跡とか見ると、純正だと思います。ほら、このヘッドライトの取り付けのところ、フェンダーとのこのつなぎ目とか、直してるとね、こういうひび割れにならないですよ、シーリング。純正のままだからこそ、経年劣化で割れてきてるというか。フレームにはダメージがなさそうですね。もう少し内装とか、パネル類とかもいろいろ外してってみないとわかんないですけど、今パッと見た感じは修復歴なしで合ってると思います。かなりいい車買ったんだね。ちなみに皆さんご存知だと思うんですけど、このね、フェンダーとかドアパネルとか、こういうところがパテつけて塗装し直してあったりとか、そういうのは修復歴にならないので、この車を形作るメインとなる骨格、メインフレーム、その辺がダメージいってなければ修復歴にはならないので、かなりいい状態だと思います。ちなみについてたリアバンパー、これはメーカーがウェバースポーツでいいのかな。こういうメーカーのリアバンパーでした。フロントバンパーはメーカーわからないです。ラベルも何も貼ってないので、どこのメーカーのやつだろうね。貼ってあるのはね、これだけでした。ちょっとメーカー不明のエアロなんですけど、これどこのメーカーかわかる方いましたら教えてください。メーカー知ったところでどうもしないんですけど、ちょっと気になるから知ってる人いるかな。あとミラーもエアロミラーになってるんですけど、これもメーカーわかんない。こんな感じ。ミラーはね、レンズがちっちゃくてちょっと後ろが見にくい気がします。ボンネットも社外品なんですけど、ラベルとか貼ってないから、これもメーカー不明です。真ん中にこうダクトが、排熱用のダクトがついてる FRP のボンネット。表側はこんな感じ。ボンネットピンは多分後付けだと思うけど、ダクトはこうなってます。リアスポイラーはこれ純正かな。
純正のスポイラーっぽい気がするけど、もしかしたら社外品かもしれない。多分純正だよね。違うかなどうだろう。はい、ということで今回、ヤフオクで100万円で買ってきた RX7FD3S の第1話ということで、現状チェック、そして後ろ回りばらしてフレームとかの錆の状態、事故の状態とかを確認してみました。そんなに悪くなさそうですね。錆はやっぱそれなりに出てるんですけど、でも通常営業っていう感じで軽く錆落として塗り直せば綺麗になると思うんで、ちょうどいい感じの個体を買ったんではないでしょうか。ただね、部品がね、ラジエーターとかエアコンとか、あとタービンとか、いろいろついてない部品があったので、ちょっと割高なような気もするんですけど、もうちょっと分解してみて状態が良ければ、ラッキーかなって気もしないでもないかな。結構もうこの年式の車、フロアとかがサビサビだったり、あっちこっち、直し入ってたりとか結構大変だったりすることもあるみたいなんで、今見た感じではそんなに悪くない感じはします。あとはエンジンだね。エンジンがどの程度の状態のものなのか、ちょっとその辺がチェックできなかったので、どのみちオーバーホールは必要になると思うんですけど、年式的にもうオーリングとかオイルシールとかその辺の部品は変えなきゃいけないので、必然的にエンジンはばらすことになると思うので、オーバーホールはやることになると思うんですけども、そこがちょっと心配だね。エンジン傷入ってたりすると使えなかったりするんで、ちょっとそこが心配。でも今後の楽しみということで、エンジンオーバーホールもやり、ボディのレスターもやり、そんな感じで今後進めていきたいと思います。もう年式が年式だからね、ゴム部品はもう総特価だね。エンジンルームのホース類とか、足回りのブッシュとかブーツとか、あとドアとかのウェザーストリップ、雨漏れしないようにする部品とか、そういうのはもう総特価すると思います。もう古いからね、ひび割れてパキパキになっちゃってるから、もうその辺は全部総特価して、新車のようにきっちりと車を仕上げたいと思います。ちなみにこの車の製作期間、現状が現状だからね、結構時間かかると思います。一応今の状況の考えとしては1年半から2年ぐらい、もうそのぐらいかけてしっかりとやり込みます。ジムニーやった時と同じような感じになるかな。もうボディも全ばらしして、錆びてる部分は切った貼ったして、で綺麗に塗装して、エンジンのオーバーホールもやって、相当時間かけてきっちりやります。ケータハムがね、意外と状態良くてちょっと不完全燃焼的な部分があったから、今回もこの FD 時間かけてもう綺麗に仕上げますんで、シリーズ最後まで、お付き合いよろしくお願いします。まだちょっと言ってなかったと思うんですけど、この車、今回の裏テーマみたいなのがありまして、この車うちのかみさんが乗ります。はい、嫁車再生です。今まで自分が乗りたい車とかをずっといじってきて、そろそろ私の車も用意してと言われたので、かみさん前から FD 乗りたいって言ってたんで、この車かみさんが乗ります。インプレッサはシートちょっと遠くて、乗るとこう前が見えない、ボンネットのダクトがあって前が見えないみたいな。でジムニーはジムニーで車高高いから乗り降り大変で、そもそも乗るの嫌だみたいな、結構ね身長が低くて乗れる車の制限があったんですけど、でもうねすでに乗れるかどうか一回ちょっと試したんですよ。この車ね、うちのかみさん乗れたんですよ。奇跡的に乗れたんですよ。身長145センチ、めっちゃちっちゃいんですけど、でもね奇跡的に乗ることができたんですよ。ちゃんとペダルにも足が届くので、前も見えなくないの、ちゃんと見えるって。だから乗れるって言うから、じゃあ運転するみたいな、そんな感じです。乗れなかったらね、ワンチャン僕が乗ろうかなと思ってたんですけど、乗れちゃったから、はい、そんな感じでかみさんの車としてこれから直していきたいと思います。一応この外装パーツ、エアロとかも含め、塗る色も含め、全てオーナーの乗る方の意向に沿って作っていきたいと思います。純正戻しにするのか、それとも、社外品このまま組み戻すのか、他のエアロメーカーで統一して組むのか、その辺はオーナーの意向次第ということで、どういう風にこの車が仕上がっていくのかは、乞うご期待ということで、お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。
バイ。